そのくせ、精神疾患かも？かさぶたを剥がしてしまう、鼻毛を抜き続けてしまう、不要なものを捨てられない、他人のものを盗んでしまう、こうした癖に心当たりはありませんか？普段何気なくやっている行動が、精神障害の診断、統計マニュアル、DSM-5 に精神疾患として定義されているものもあるのです。ここでは、具体例を挙げて解説します。皮膚むしり症、エクスコリエーションディスオーダー。指のささくれ、荒れた唇、足の裏のタコなどをむしる、かさぶたを剥がす、ニキビや吹き出物を潰すなどの行為が繰り返されます。これらが日常的に行われ、やめたいのにやめられない、出血とかさぶたを繰り返している、生活上の制限があるなど、仕事や生活に支障をきたします。抜毛症、トリコティロメニア。頭髪、鼻毛や陰毛などの体毛を抜く行為が繰り返されます。抜いた時には一時的な満足感があるものの、その後に後悔や罪悪感を抱えることが多いのが特徴です。周囲から美容目的と思われることもあります。やめられないことへの苦痛を感じます。溜め込み障害、ホーディングディスオーダー。不要なものやゴミでも捨てられず、物を溜め込み続けてしまいます。その結果、住環境が物で埋め尽くされます。片付けが苦手なだけと見られることが多くあります。テレビやネットでは、そのゴミの量や質、部屋の汚れ、本人のだらしなさばかりが注目され、番組のネタになることもしばしばあります。しかし、実際には本人には、捨てることへの強い不安や罪悪感が根底にあることが特徴です。窃盗症、クレプトマニア。他人のものを盗もうとする衝動に抵抗できません。盗むものは、自分で使いたいもの、価値のあるものに限りません。窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり、窃盗を犯す時の快感、満足感、または解放感があります。テレビでスーパーの万引き特集が組まれることもあり、盗み方や捕まるシーンに注目されますが、実際には本人には抑えられない窃盗への欲求と快感が根底にあることが特徴です。こうした癖に悩んでいて、仕事や生活に支障を感じる場合は、精神科や心療内科に相談してみましょう。診断や治療を受けることで、自分自身を理解し、生活の質を向上させるきっかけをつかむことができます。困った時には一人で抱え込まず、ぜひ専門医の力を借りてみてください。自分の勤務先が EAP と契約している場合、カウンセラーに相談することで、医療につなげてもらうこともできます。